これは健介殿。長尾殿との話し合いはどのような結果に？何やら春日山が身内に落とされたと聞こえましたが。放置？越後組んだりまで連れてきて放置とはまた勝手を申されるものですな。クオン様とのつなぎは？それでおよろしいので？鬼と戦うために松平衆はクオン様の呼びかけに呼応したのです。今越後の内乱に時間を割く余裕はございません。そのために時間を割くとあまりにも無縁すぎやしませんかね。その無縁さが金ヶ崎の軒口につながったと私は見ておりますが。私はこの国の民のことを一番に考えているだけです。いきなり何の話ですかな？はい、幼い頃から仲良くさせていただいていましたが、それが何か？クオン様がこの国の民のことを一番に考えていらっしゃったからです。越後一国に10年も時間をかけるおつもりですか？越後の長尾殿と信頼関係を結ぶための時間、それは日の本の力なき民が鬼に食われ続けている時間でもあるのですよ。できる限りですか？わかりました。我ら松平衆は今しばらくは健介様に従いましょう。お気遣い痛み入ります。はい、その時はお世話になりましょう。では私は所用がありますればこれにて。勇気、行きますよ。はっ。健介様、どうしたですか？殿さんと喧嘩したです？葵様のご様子が少しおかしく思いましたが。
でも殿さん、怖かったです。そんなのアヤナだって同じなのです。でも健介様は違うです。三河衆じゃダメですか？アヤナ、次はもっと頑張るですよ。それじゃダメなのよ、アヤナ。かよまでそんなこと言うですか？次に勝てなかったら私は無一文字の旗に顔向けができないもの。与えられた時間をどう使うかですか。意見の相違というのはそういうことだったんですね。難しいですね。どちらの言葉にも理があります。風の大将の件、松平衆の皆も喜んでいましたよ。今は本当はそれを言いに。言っちゃった。ねえかよ。何？ですね、アヤナは悩んでるです。アヤナは一体どっちの味方をすればいいですか？難しい問題だよね。アヤナはですね、健介様を支えてあげたいって思うですよ。だけど殿さんのことも大切なのです。それは私だってそうよ。だけど二人が喧嘩したらどうすればいいです？私には約束があるから。森のお母さんとのです。ええ。松平のお家は私にとってとても大切なものよ。だって私だけじゃなくてお母様もおばあ様も力を尽くして盛り上げてきた大切な場所だもの。だけど健介様も大切なの。三座殿に言われただけじゃなく自分でも思っていたこと。健介様がこの世に舞い降りてきてからこの国の歴史は走る速度を上げている。それまで徒歩だったのが早馬に乗ったかのように、この国の時代の本流を巻き起こしたのが健介様ならば、この国のためにも健介様をお守りしたい。だから私は松平家の榊原康政として考えるのではなく、松平の家が存在するこの日の本のものとしてどちらにつくべきかを判断するつもり。それは殿さんとも喧嘩するかもってことです？そうなりたくはないけれど、公平に見て間違っているのならばお諌めしようと思ってるわ。カヨの言うことはすごく難しく思えるですよ。じゃあアヤナはどうしたい？わかんないから聞いてるですよ。それは松平家に仕える本田平八郎忠勝と健介様を好きなアヤナがいるってことでしょ？そうですよ。アヤナはと
東国無双になる予定ですけど、アヤナとアヤナが胸の中で戦っても決着なんかつかないのです。なら、ただのアヤナは？ただのアヤナ？松平家にお仕えしている本田の将でも、本田家を継ぐ忠勝でも、健介様を支えたいアヤナでもない、ただのアヤナは？ただのアヤナ。そのただのアヤナが一番正しいと思うことをすればいいと思う。そんなことでいいのですか？私はそうするつもり。だったら、そんなの簡単なのです。なんだ。かよも初めっからそうやって言ってくれればいいのですよ。人が悪いです。そっか。そうだね。ごめんね、アヤナ。私たち健介隊はハニーのお気持ちに従うだけですけれど。足利衆も依存はないぞ。お主らも良いな。ヤタガヤシ隊はもらえるものさえもらえれば、それともうちょっと給金あげてくれればやってよいよってお姉ちゃんが言ってまーす。何か言いたそうな顔をしてらっしゃいますが、姫路衆も健介様のお考えに異論はありません。となると、申し訳ありません。松平衆は反対なんですか？確かにそれも正しい判断と言えなくもありませんが、難しいところですわね。否定はできませんね。確かに越前討ち入りの時は時間をかけすぎ、相手方に対応する猶予を与えてしまった。越後勢を味方に引き入れる、その方針はお変わりないのですよね。ふむ。では積極的にミクを助けると？あいつを信用すんのか？つうかできんのか？マリの時みたいに？ノブシの真似事でもするおつもりですか？それはそうですけど、せっかく武士になったのにやること変わらないな。
やりてんだろ健介。ならそれでいいじゃねえか。お前はお前が信じる道を行きゃいいんだよ。それが正しいと思うなら俺らはついていく。間違ってると思うなら殴ってでも止めてやる。チンクシャの言う通りですわ。ハニーはお好きに振る舞ってくださいまし。確かに正道ではありませんが、健介隊が今までしてきたことを考えればどうということも。及ばずながら助力いたします。そうですよ。なんたって私たちは健介隊なんですから。アイアンのタレイです。アヤナ、走るの早すぎ。ちょっと待ってくださいね。私たち今日からアヤナたちも健介隊の一員になるですよ。ってアヤナ、もう行っちゃうの？私まだ。善は急げなのです。どういうことですの？健介様とお話しした後、葵様にお伺いしたのです。ちゃんとご許可をいただいてるですよ。なんとかなるです。ですね。金ヶ崎の軒口の際、松平衆はかなりの痛手を被り、正直なところ兵を休ませたいのが本音なんです。だから使いどころのない刀を他人に押し付けて恩を売るということですか。いえ、ユウさんの剣は的を射ています。殿さんに言われたですよ。アヤナとカヨは健介様のお供をしなさいって。どうしましょう、お頭。これでアヤナも堂々と健介様のお手伝いができるのですよ。自分は否を言う立場にはおりません。すべてご主人様のお考えに従います。構わん。異議なし。将が増えても兵がいなければ意味ありませんわとご忠告を差し上げつつ、
ハニーのお好きになさってくださいまし。じゃああやなたちもケンスケ隊に入っていいですか？やったですこちらこそよろしくお願いするですよ。前がいいです。もしよろしければ私も前の方が。嫌というか、松平家の行商2人をのぶし上がりの私が使うとか、それってどんな嫌がらせですか？あやなは気にしないですよ。気にしてくださいよ。よろしくお願いします、ハチスカ様。様とかやめてください。コロでいいですってば。ではコロさん。さんも必要ないです。ならコロちゃんです。ひよ以外に言われるとなんだか違和感が。犬っぽいの。空洞様ひどい。コロちゃんと呼んでください。いいなあコロちゃん。御意。いってらっしゃいませ。待て主様、余も同行する。なぜ黙る？おそらく余がおった方が便利じゃぞ。それは向こうの出方次第じゃな。暴れ牛車の御車をやれとはまた面倒なことをおっしゃいますな、健介殿。天下一の免状など丸めて山の鹿にでも食わせておけばよろしいものを。ほれ、しのごの言うておらんとさっさと行くぞ。やれやれ。早いうちに夫殿も立派な御車におなりくださいませ。お求めいただければすぐにでも天下一の座などお譲りいたしますので。かよ様、コナミの言いたいことはわかるつもりです。私も同じ考えに至っておりますから。やはり殿は日の本の未来を憂いすぎるあまり少しお変わりになられました。おそらく健介様に近づきすぎた私たちを遠ざけつつあるのでしょう。ご夫君広忠様、そして祖父清康様の鉄を踏まないようにということでしょうか。少しの可能性にも備え手を打つ。知恵者であらせられる殿ならばさもありな。正信様の入れ知恵では。殿と結城は今後の日の本を見据えた上で言葉を交わし知恵を練っております。私たちはもう口出しはできないでしょうね。それに殿は武ではなく学問によって知性を行う遠望をお持ちのようですから、いつか宗区は煮られるだろうと覚悟はしていました。それが少し早まっただけのこと。かよ様ともあろうお方が宗区などとは。コナミもかよも健介様のおそばで戦うのは嫌です？そんなことはありません。ご主人様は草の私にも本当にお優しく。ならそれでいいです。他のことなんて考えてたら頭がわーってなって
戦場で不覚を取ってしまうですよ。さっきかよも言ってたです。ただのあやながどうしたいかって。そう考えたら、あやなはしたいことすぐ分かったですよ。それに健介様も殿さんも一緒にいるのです。いつかは二人の道も交わるってただのあやなは思うですよ。あやな様。ただのこなみはどうしたいです？ただの自分。あやなの言う通りね。こなみ、これからは健介隊の先輩としていろいろと教えてくださいね。はい、よろしくお願いします、かよ様、あやな様。あら、健介さん、公方様も。何のご用ですか？御大将でしたらあまり機嫌はよくありませんけど。わかりました。確認を取ってまいりますのでお待ちください。あれ、また来たんすか？何？忙しいんだけど。何よそれ。どういうこと？何？長尾影虎が織田に泣きついたって評判でも立たせたくなった？だったらお断りよ。うさんくさ。だってさっきの今で後ろ手に証文を持ってるのが見え見えじゃない。目当ては何よ。和葉様もいるのにそこまで失礼はできないわよ。でももう必要な礼は尽くしたから、これ以上もったいぶるなら聞かずに突き返すわよ。私がその約束を履行すると信じてるんだ。さあってどういうことよ。だったら私まで垂らすつもり？ずいぶんな自信じゃない。分かってるじゃない。で、一体どういうことよ。尾張の兵は着卒っすからね。共に戦える相手とは思えない。試せってこと？足らなければ保護にしてもいいのね。すごい自信っすね。まったくね。
その自信の根拠何なのかしら。いい加減なやつ。そんなのでよく一手の大将が務まるわね。細かい条件はその約束と補給以外にもあるんでしょ。証文の裏書きまで守る気はないわよ。まあ、あの行軍の様子じゃ、そっちは頼りになりそうにないっすね。絡めて？でも鉄砲を持ってる。それもたくさん。鉄砲はいいわね。越後には鉄砲を扱う商人が少ないっすもんね。何丁あるの？何丁あるのじゃ？何丁あるのでしょうな。バカにしてるの？そもそもそれがしたちは足利衆で、健介隊とは別の部隊でありますれば。主様も木の実木のままであるからの。まあ下手に手を出されると現場が混乱するだけですからな。おみこしは担がれてなんぼです。世も担がれてなんぼ。公方様はもう少しお働きになっていただいても。ほんといい加減なやつら。本当にこんな奴ら信用できるんすか？まあいいわ。補給すれば動いてくれるって言うんだし、役に立たなければそれだけよ。期待はせずに使ってあげる。上から目線じゃな。よらは別に手伝わなくても良いのだぞ。勘違いしないでね、和葉様。健介が申し出てきたのは善意の助力じゃなくて、お互いに条件を出し合った商談みたいなもの。そこに和葉様も立ち会った以上は公人として証人になってもらうからね。なんとまあ、相変わらず気管気の強い女子じゃな。なんとでも。だけど言ったわよね。お試し期間だって。ならさっさと戻って出陣の準備をしておいて。近々ここから出るわよ。春日山城ついてこられないなら置いていくだけ。健介隊が使い物になるか試しはとっくに始まってるんだからね。仕方ありませんな。ご本城様、越後に潜入している配下の者から知らせが入りました。竜は巣穴より追われたよし。長尾も内輪もめが好きな家ね。どういたしましょうか。どうって？北条としてどのように動くかです。この隙に上野を抑えることを愚信いたしますが、今下手に手を出したら越後国内が外向きで一致団結しちゃうでしょ。それはダメ。しかしそれでは北関東を手中に収める絶好の機会をみすみす逃すことに。こういう時は焦っちゃ負けよ。それに喜劇は参加するものじゃなくて見るもの。今は越後の喜劇を楽しませてもらいましょう。はあ。そんなわけでおぼろには私の名代として役者に花束を渡す役をお願いするから、舞台袖まで出向いて準備しておいてね。姫野は引き続き越後に潜んで国内の様子を逐一知らせること。あ、それと夏希にもつなぎを取っておいて。竜が巣穴で一息つくその瞬間を狙うわよ。はあ。で、その瞬間に何をするんです？
楽しい楽しい嫌がらせ。